こんばんは。今夜も一緒に眠りましょう。目を閉じて、ゆっくり息を吸って、そっと吐きましょう。今夜のお話は、花坂じいさんです。昔、あるところに、おじいさんとおばあさんが暮らしていました。二人はとても仲良しで、毎日畑を耕しながら穏やかに暮らしていました。ある秋の日のこと、おじいさんが畑の近くを歩いていると、道端に小さな白い犬が座っていました。おや、迷いけんかい。こんなところでどうしたんだい。犬は尻尾を振りながら、おじいさんの足元にすり寄ってきました。かわいそうに腹が減っているんだろう。うちへおいで。おじいさんは犬を抱きかかえて家へ連れて帰りました。おばあさんも犬を見て喜びました。まあ、かわいいポチという名前にしましょうよ。それからポチは二人の大切な家族になりました。ところで、おじいさんの隣には、欲張りなじいさんとばあさんが住んでいました。二人はいつもお金のことばかり考えていて、村の人たちともあまり仲良くしませんでした。ある日のこと、畑で遊んでいたポチが、ある一箇所で立ち止まり、ワン、ワン、ここ、ほれ、ワン、と泣きながら地面を前足でかきました。ここをほれというのかい。おじいさんはくわを持ってきて、そっと土を掘り始めました。すると、
じゃらじゃら、じゃらじゃら。土の中から金貨がザクザクと出てきました。こりゃ、すごい、ポチ、よくぞ、教えてくれた。おじいさんは、大喜びで、金貨を家へ持ち帰りました。その様子を見ていた欲張りじいさん。目をギラギラさせながら、わしにもあの犬を貸してくれ、とやってきました。優しいおじいさんは、断ることもできず、まあ、一日だけなら、ポチ、いい子にしていなさいよ。欲張りじいさんは、ポッチを連れて畑へ出かけました。さあ、ここを掘れ、早く掘れ。しかし、ポチはいくら鼻をひくひくさせても、なかなか動きません。欲張りじいさんは、しびれを切らして自分で掘り始めました。すると出てきたのは石ころとゴミばかり。なんじゃ、これは、こんな犬、役に立たん。欲張りじいさんは、ポッチをおじいさんのところへ返しました。それからしばらくして、ポッチは静かに息を引き取りました。おじいさんとおばあさんは声を上げて泣きました。ポッチ、よく一緒にいてくれたな。ありがとうよ。二人は庭の大きな松の木の下にポッチをそっと葬りました。それからしばらくすると、ポッチが眠る松の木がぐんぐんと大きく育ちました。おじいさんはその木で大きな臼を作りました。ポッチがくれた木だから大切に使おう。臼で餅をついていると、
タン、ぺったん。臼の中からまた金貨がザクザクと出てきました。ポチ、ありがとう。おじいさんは空を見上げて手を合わせました。欲張りじいさんはまたそれを見ていて、その臼をわしに貸してくれ。優しいおじいさんは仕方なく臼を貸してやりました。欲張りじいさんが臼で餅をついてみると、出てきたのは腐った米と嫌な匂いばかり。なんじゃこれは。怒った欲張りじいさんはその臼を燃やしてしまいました。おじいさんは悲しみながらもその灰をそっと集めました。ポチがくれた木の灰だから大切にしよう。ある日、おじいさんがその灰を持って枯れ木のそばに立つと、枯れ木に花を咲かせましょう。と、灰をまきました。すると、枯れ木にみるみる花が咲き始めました。白、ピンク、薄紫。まるで春が来たような美しい花がいっぱいに咲きました。ちょうどそこへお殿様の行列が通りかかりました。なんと見事な桜じゃ。おじいさん、その灰はなんとした不思議な灰なのじゃ。わ、これは私の大切な犬が。おじいさんはポチとの思い出を話しました。お殿様は深くうなずき、おじいさんにたくさんの褒美をくださいました。その話を聞いた欲張りじいさん。わしも
やってみよう。と、残った灰を持ち出して、枯れ木に巻きました。しかし、花は一輪も咲きません。それどころか、灰がお殿様の目に入って、無礼者と家来につまみ出されてしまいました。優しいおじいさんは、その後もおばあさんと二人で仲良く幸せに暮らしました。春になると、庭の松の木にはきれいな花が咲き、ポチ、また春が来たよ。と、おじいさんは優しくつぶやきました。めでたし、めでたし。お話は終わりです。今夜も優しい夢を見てください。ゆっくり息を吐いておやすみなさい。